いかがなでジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説6日目がやってまいりました。最終日1個手前43対39ということでね。対戦相手も39点取ってますが、こっちも43点ということで。スコア自体はずっといいですね。13本全開ということで、今回もかなりたくさん見れるかなっていうところで早速やっていきましょう。さあ、クラウス61天才ラバル。この配置は、あれでも使われてたね。おお。バックアド天才。コマくんが一回、僕のね、配信の企画の 1v1 の対戦の時にこの配置を攻めて、これに似た感じの配置攻めてたね。施設の置き方が微妙に違うわ。モノリスとかこっちになかった。今のバックアド天才からのこのクイーンの処理からシュータータウンホール刺すまでの流れめっちゃ強いですね、これ。で、キングを6時の対空砲を折ったプラスで、援軍処理とか、その辺まで触れれば、マルチ IT まで目指したいって感じだね。クイーンまで合わせていって。うん、強いな、これ。キングキングこれは話が違うんじゃないの？中心キング入った時のバックアド具合が半端なかったんだけどな、これ。ポイズンターとかのターゲットも吸ってくれつつって感じだったんで。細かい援軍ちょっとだるいっすね。ネクロキングが一回ポンって殴っただけで、アーチャーが全て吹き飛びました。かわいそうです。ネクロ処理まで終わって、ラバルパート仕方ないですね。真ん中マルチまで折れれば熱かったんだけど、ちょっとね、キングが逸れちゃったら無理ですね。シューターの方はただ、キングがこっちに逸れてくれたことで、ちょっと仕事はできた感じにはなりましたが、さあ、一気の初手トームぶち込んでいきます。ディギーですね、ロイちゃんに関しては。さあ、フリーズも使いつつ、上からもラバルパートを混ぜて使い込んでいきます。こうなっちゃったらマルチ IT はね、そうですね、ロイヤルチャンピオンが担当してくれないと厳しい感じなんで、ロイちゃんで落としつつ、マルチ IT3 本あるんで、中心部、ウォーデンのね、ライフオーラーに留めたロイヤルチャンピオンがどれほど仕事するかっていうのは相当重要になってきます。長弾大砲がロイヤルチャンピオンを撃っている。その、あれでね、ディギーもダメージを受けて、長弾大砲の強いところはここですね。ヒーローペットに強い。さあ、ロイヤルチャンピオン自体は落ちてしまったんですが、かなり炭鉱してくれたおかげで、もう、防衛施設が投石エアスイしか残っていない。そして、スケルトンの呪文をしっかり置いてることによって、これは、一体だけ残った。結構、しんどい感じにはなりましたが、最終しっかり拾い切って全開です。天才からのシューターの爆アドっていうところが、なんか、食い火だけじゃなく、食い火じゃないや。エレクトロタイタン編成とかでもね、使えそうな感じでしたね。おで火を置いて。さあ、リュウタくん。あんま覚えてないんだけど、これタウンホール真ん中の配置が多かったんだったかな。俺、真ん中の配置攻めた記憶がないんだけど。61天才は、どこ打っても強いな、これ。やばすぎ。ダブル呪文タワー降りつつ、配置と投石あたり飛んだ、これ。いや、クロスは残ってるから、投石かなと、マルチ ?IT、AT は残ってる。IT か。いろんな施設飛びすぎて、もうなんか中心部ならどこ打ってもバックアドみたいな天才バリューですね、これ。さあ、アイゴレと合流していきます。いいクイーンルートですね。ベイビドラサイドカットからの。横打ちがないのもね、この回廊配置の強みであり弱点をついた感じですね。で、ウォールブレーカーはこの1枚のみですね。しっかり穴開けをさせつつ、さっきも見た通り援軍はかなり細かかったですね。そうなると、フィストを使ったキングが壁を殴るだけで援軍処理、モノリスにもダメージが入っていく。さあ、下から、これは突撃艦タウンホールまでの基本的なやり方ですね。強えわ。だからクイーンの方も黒く打ちつつ、タウンホールがちょっと触れるのは美味しい。おお、折れた。美味しい美味しい。突撃艦そしたら行く手行く先がなくなってかわいそうな突撃艦です。さあ、跡地にバルーンが落ちていきました。中身それなら途中で割ってあげる方が良かったかもね。
ルートライダーとか、ルートライダーじゃない、ドラゴンライダーとバルーンなら、イエティなら真ん中まで飛ばしてもまあ、タンクしてくれるからっていう。あれなーにそのフリーズ。眠い中、今日一テンション上がっちゃった、このフリーズに。まだフリーズが1枚余ってますね。まあ、天才ラバルのオーソドックスな取り方の一つとして、まあなんか毎回言ってるんですけど、ターンホールの片側切って、天才で切って、スーサイド進めて、突撃間でターンホールケアっていうのが一番やりやすいルートを天才ラバルの中で決めて作ってあげると全開になりやすいかなと思います。スミスルートライダー7体編成、ウォールブレーカーがない分ルートライダー増やしたって感じですかね。キングを9軸角に入れつつ、ちょっと火力高いですが、なんとか耐えていきます。うん。つえー。ガントレットやべえよ。やばすぎる。やばすぎる。どんどん折れていくよ。半端ねえな、マジで。世界一強いですね、ジャイアントガントレットが。ホーミングチェックいい位置ですね、ここは。リズ島と、対空砲もあった位置だよね。スニゴブからのベビドラサイドカットでタウンホールに向けてクイーンを持ってきたいような感じですかね。綺麗にサイドカットがすでにできています。で、真ん中マルチ IT3 連のところからルートライダースタートするのか、それとも12時のところからスタートするのかみたいな感じにはなって。ワンチャン4時とかも、スミスのやり方を見てると4時からも来そうだな、これ。でも、ウォールブレーカーないのか。ウォールブレーカー1枚だけ持ってきてクランチを狙ってもいいかな。4時から行くなら。うん。で、ウォールブレーカーないなら、こっちですかね。マルチ IT3 連の方から入っていくと。足が遅いので、ポイズンはまだ打ってない感じ。ここでポイズンしつつ、レイジとも一気に決めていきます。いいドリルが来てますね。ドリル強いよね。素晴らしいタイミング、モノリスを固めてくれつつ、タウンホールの方もクイーンで落としきり、裏にフリーズ。クイーンは黒くって、ちょっとタウンポイズンもね、怖くなるぐらいの HP になってたんで、呪文ちょっと使ってあげてもよかったかもしれないですね。インビジブルはそうですね、最低1枚、クイーンに欲しいところ。完全にルートライダーが貫通しました。スーパーホグの時からだいたいこの削りしてこの感じね、入れていくようなスーパーホグでも全開取れそうなルートになってますが、ルートライダーの方がね、HP も高く安定感があるやり方になっていくし、何よりね、スーパーユニットじゃないっていうのが本当にいい利点なので、サイドカットにね、スニークゴブリンを使いつつ、スーパーウォールブレーカー、今回は使ってないですけど、同時に使えるっていうのがやっぱ、スーパー、僕にはできないやり方ですよね。スニゴブとスーパーウォールブレーカーを共存できる上で、ステータスが普通に高いという。カズマくん61天才タイタン。前の方の日にちの時には、これ天才タイタンではなく、ルートライダーでやってたんですけど、タイタンになってますね。結果タイタンの方が強いってなったのかな、これ。イエティで迫撃のターゲットを取りつつ、穴開けまでしていきました。で、6時におでひです。ババーチャしっかり使っていくことで迫撃砲のターゲットをね、拾い続けましたね。天才ツインよ。改良人はやっぱり、天才のバリューが高くなることが多いっすね。密集人なんで、密集して火力を出すっていうのが配置のコンセプトなので、天才で撃った時に密集してるんで、美味しい防衛施設がたくさん壊しやすいっていうのがデメリットですね。これシュータールートバーカ強いですよ。ここからタイタン使ってウォーデン引っ張り直して、9時の方もタイタンウィザードでサイドカットを行っているような状況です。迫撃までは切りたい。ナイス。細かい援軍なんだけど、そういった援軍に関しては、エレクトロタイタンがマジで歩くだけで勝手に溶けていく。ネクロも美味しい。ビッグスケルトンとかも出てきますが、タイタンほんと強いですね、こういうところ。
シューターもめっちゃ強いね、これ。シューターのための穴開けでもあるからね、4時の穴開けは。ストライカー混ぜつつ、タウンホールなかなか打ってくれない。ちょっと上手い感じには動いてくれませんでしたね、ストライカーも。ストライカーもルートが意味わからんからな、こいつ。さあ、トーム中にしっかりタウンホールも落とすことができました。フィストはまだ残ってるんですけど、ここで使っていく。回廊陣に、こういう密集配置に真ん中にキングのフィストを使うことができると、天才と同じ理論で一つの防衛説を殴った時に、付随してね、ダメージ入る防衛説も美味しい防衛説になることが多くて、ここもクイーンとジュモンターが一路に飛んでいきました。配置のメリット、デメリットっていうのが当然あるので、攻め手側はね、後出しじゃんけんができるので、当然デメリット、配置のデメリットをついていくっていうのがね、攻めるときに大事になってくることですね。それもよくわからずね、ただなんとなく攻めていくっていうよりは当然意識した上で攻めていく方が、理論的には刺さりやすいプランが多くなりがちなんでね。やったーくん、クイヒルトライダー。スーパーボーラーやめたんですかね。さあ、右側、左はさすがにね。ほな、迫撃潰すか、つって。クイーンはタウンホールを短期で降りに行くようなのを目指していきそうですかね。フォグとかはないんですけど、テスラ4本見えてもなんかマルチ IT 前に1本ぐらいありそうな気もするけど、どうだろうね、これ。援軍美味しい当たり方してんだ、これは。火力の低いところ。援軍は、なんかここのクランは統一してるみたいですね。アーチャーネクロ。これはもう、VP からすると、火力も全くないので美味しく処理ができるのでありがたいですね。ちょっとポイズンの位置が甘かったので、ネクロは残っちゃってますが、レイジ一発のみで解決です。いいタイミング。ホーミングチェックバルーンはもうテスラに使っちゃったので投げれないんですね。ならもうしゃあなし。キングサイドカットからの一気のルートライダー、レッツゴー。6時側はかなり綺麗にシューターがサイドカットしてくれてますからね。で、火力の高いところ、投石とクイーンをフリーズ固めつつ、クイヒの方もレイジを置いて、ここはヒーリングトームですね。ヒーリングトームのいいところって、トームにかかったユニット以外の人も、後から、このトームのオーラに入ってれば、勝手に折れてくれるっていうのがいいところですよね。6時のバルキリーの方でポイズンターンの方がターゲット取れてます。で、中心部はフォックスロイちゃんが貫通してくれて、投石のターゲットはクイーンが取ってくれて、長弾大砲も一瞬は取ったけど、フォックス強いっすね。こういった。あとはマルチ IT とかこのヒーローペットに強い防衛説、長弾大砲とかね、ケアしてあげて。いいスケルトン。クイーンの方も守りつつ、ロイヤルチャンピオンも守って、今までのね、マルチ IT 以外だと長弾大砲マルチ IT が、ヒーローペットに対しても戦える防衛説なんですけど、他はね、第1クロスとかは、1タゲに対しては強いけど、フォックスのターゲット切り替えによってかわされちゃうので、ぶっ刺さりでしたね。ひろやさん61天才のルートライダー編成ですね。1個前のあれではスケルトンインビジブル型をやってましたが、今回は61か。61の天才で多分合流型を取っていくんじゃないかな。キングタウンホールかな。天才パートとしては、そうですね。レイジターと第1クロスマルチ IT のところを追っていきます。ルートもかなり綺麗になったので、これ12時からクイーンも合流しつつ、やっていくようなやり方かな。援軍が今回はキングで釣れるっていうところと、援軍がなんか細かいからね、相手の援軍傾向を見て、その辺は、対応とかも考えてるかもしれませんが、サフィスト使って、もうマジで強いな、これ。勝手に折れてく、どんどん。さあ、見習いウォーデン、クイーンにつけつつ、援軍は全部できれば釣りたいですけど、キングどこまで釣ってくれるか。
ギリギリネクロは釣れてないんで、ちょっとめんどくさいけど。バルキリ採用してんのが偉いな、これ。刺したいですね、バルキリ。うん、タイタンまで持ってきてるか。なるほど。タイタンまで持ってきました。次よ、これ。ここで天才で十字側を切ったことで、クイーンが横打ちを受けずにこのルートライダーと合流して、ルートライダー自身もね、12時からルートが綺麗になっていくと。防衛施設が内側に入ってないので、このやりたかったルートっていうのが12時からこのマルチ IT イーグルっていうルートを進める上で天才でね、防衛施設削れてるのがうまいですね。で、レイジトーム、ルートライダーと、ここはロイちゃんはスピリットフォックス採用してますね。で、モノリスのターゲットを取るための裏にベルトンを置きつつ、まあ、あとはフリーズ2発インビジブルを全部、ロイちゃん延命のためだけに捧げたいです。ルートライダーも、ここまで来たら、残ってても意味がないんで、ロイちゃんさえ生きてればって感じですね。強すぎる。そのロイヤルチャンピオン自身がもうこのフォックスがついたことで、自分でインビジブルを勝手に定期的に発動してくれるからな。今も。この、数秒ダメージ受けないだけで相当強いんだよな。ナイス展開。さあ、デッサン7、71天才イーグルかなじゃあ。デッサンが天才ラバルやってんのは相当珍しい気はしますが。レイジターとマルチ IT とイーグル対地クロスを折りつつ、キングはこれは戻していく感じかな。そしたら、ウィンでタウンホール見て、ドリルを採用している。オールブレーカー繋ぐかな、ここは。さあ、ここは、キングのためのオールブレーカーをしていきまして、アイゴレでターゲットしてから、防衛キングの方をアイゴレストライカーで追っていきます。いいですね。ここまでフィスト貯めて入れたいところ素晴らしい。で、ドリル来ました。ドリルロイちゃんをシングル IT のところ。おー、ヒーラー出てきた。そのヒーラー強いな。ワンチャン。このタウンポイズン受けちゃうんだけど、おー。戻って戻って。消えないでいろ。ちょっと。画面固まったって。フリーズをかけつつ、ドリルを盾にロイヤルチャンピオンも、そして、フォックスがインビジブルをかけてくれる。いやー、このドリル強いなー。そしてクイヒーがヒーラー痛いですけど、HP 回復してくれてるおかげでクイーンも生き残りましたね。確かにあのヒーラーの採用ありだな。ヘイスト。あとはラバが1体。ちょっとここ辛いっすね、マルチ IT のところ。ただここヘイストかけたことでマルチ IT までは折り切ってくれつつ、あとは、マルチ AT の方が残ってますが、ドリル積んよ。ようやくドリルがここで弾きましたね。もうバルーンの数でゴリ押しができるような形が取れていく。これでレベルがわかるね、みんなの。おー、インビジブル上げてる。ヒーラー13まで上げてるよ、これ。すごい。これレベル1なんだけど。レベル上げないと確かヒーラー3体出ないもんね。星3、5だね。5、1なので、インフェルノかな？愛知クロスを折ることが多い人なんですけど、ジャイでタンク、もう一回タンク、シューターの準備ができてから天才、そしてヒーローを進めていく感じかな。あれクイック2枚やっぱ今。なんで折れるのこれ。もしかして下のタウンホール帯のクロスボウって5-1で折れたりする？ちょっと見逃しちゃった。あれ5だったよね。見間違えてる？ちょっと見直す後で。さあ、キング使いつつ、9時からヒーローパートスタートしていきます。フリーズ使って、強い。ジャイアントガンドレットが強いシーン全部に強いって言っちゃう人間、あまりになっちゃったも
さあ、これ、アイゴレもいい感じにフリーズ入りそうだな。もうちょっと奥に入れば強かったけど。さあ、タウンホール打ちつつ、援軍も細かいところなので、勝手に援軍処理ができます。さあ、いいクロック。モノリスからターゲットを受ける前にクロック打って、被弾ゼロで入りましたが、ちょっと苦しいですね、さすがに。ネクルは残ってしまいました。さあ、ここはフリーズを使いつつ、トームの、そうだね、トームを打つために、今1回目はフリーズを我慢したって感じだね。シューターが12時投石まで打てる形を取りつつ、3時からラバハウンドももう1体手元から合流。あとは裏から囲い込んでの全開です。で、ロイヤルチャンピオンもまだフォックス状況が残っていって、もう、圧倒的攻撃環境ですね。もう全てにおいて、防衛説が劣っている。攻撃側が全ての区画で、ね、上回っちゃってるもんね。唯一、タウンホールが対抗できて、援軍がちょっとだけ残ったぐらいだったもんね。今見てきたんですけど、レベル低いやつ51で落とせるんすね。カンスト環境のやつでしか知らんかったわ。さあ、僕のアタックですね。クイヒの、スーパードラゴンですね。タウンホール側から入ってくので、ヒーリングトームを採用してます。シューターのための迫撃カットです。はい。まあ、これはかなり綺麗に作れたかなと思ってます。はい。で、ここまで削って、クイーン6時展開して、まあ、これで、くじ側がかなり綺麗にサイドカットもできつつ、シューターの方がね、マルチアーチャータワーと上段大砲と、あとはインフェルノも視野に入れれるぐらい削りが取れたかなってところで。ちょっとクイーンがね、ずれてしまったんで、対空砲から一発ヒーラー撃たれてしまうような感じになったので、ここで同時に進んでいくと。で、なんか右だけクロスボウが対地じゃないんですよ。なので右サイドを選びました。クイーンの方でターゲットが取れるっていうところで、左からやっちゃうと対地クロスが打って、バルーンドラゴンはクロスボウから打たれてなんで、まあ、こっち側からやるメリットの方が明らかに高いですよね。で、タウンホールポイズンは、このヒーリングトームで合流していきます。まあ、援軍細かいの分かってたんで、ちょっとね、あんまりやりたくはない、あれだったんですけど、まあ、このフリーズポイズンのバリューがめっちゃ強いし、ヒーリングトームも強いんでね、ここ。このクイーンとロイヤルチャンピオン、モノリスっていうのがタウンホール裏にいるところにおいて、ヒーリングトームを採用できるかどうかっていうのは結構大きな差ですよね、これ。タウンホール裏のモノリス、クイーンロイちゃんに関しては取れるバリューが半端ないんで、まあ、スーパードラゴンを信頼して取れると判断しての採用法って感じですね。まあ、実際取れたし。まあ、感覚値でいけるっしょと思いながら、結果いけたってやつですね。フィスト使って殴り込み、ロイヤルチャンピオンをここマルチ IT から差し込んでいきます。マルチ IT から差し込んだつもりだったんだけど、ターゲットの最初イーグルだったんですよね。まあ、あとはまあヒーローで押せるでしょっていう形になってるので、ブロック使ってロイヤルチャンピオンも能力解放してフリーズインビジブルが余ってという感じでした。まあ、落ち着いてドラゴンパートとヒーローパートと分けて考えてあげれば時間もあるので、展開ですね。さあ、キャスリーさんライドラッシュ。あ、確かに。キャスリーさんがルートライダーとかやらずにライドラッシュずっとやってるイメージですね。おー、いいチェイン。結構なんかサージカルライドラみたいなのも流行ってたけど、あんまりやんない人ですね。サイドカットをライドラでやって、この9時のライドラ強いな。いいチェイン。さあ、イーグル越しにこれはモノリスの方も、フリーズ打っちゃったけど、落としていきつつ、援軍に関してはポイズン。これもね、さっき同様、ちょっと援軍がね、ドラゴン系からすると渋い防衛援軍ではありますが、突撃艦にターゲットがずれてることで、ポイズン外れてしまう援軍も出てますが、それを
裏からね、ライドラがへし折ってくれる。クイーンに対してもちょっとずつフリーズがね、ライドラッシュの難しいところですよね。これによってその日のなんか調子みたいなのがわかるっていうか、ライドラは特にあるな。その日のコンディションわかるよね、これで。クイーンに対してこれヒーラー3体出てますね。15レベにするとヒーラー3体出るんだ。吸血ヒゲ14レベ。お、もう見えない。さあ、ニャロメクイラバ。テスラチェックのアーチャーを置きつつ、シューター6時から5時の方向へ。うん。いいウォールブレーカー。第1クロスのターゲットをクイーンで拾い続けることができてれば、このシューターも非常に伸びますね。で、キングで、クジが入れつつ、ウォールブレーカー入れて、レイジが欲しいところ。うん。さあ、ここでキングのフィストを使っていきます。さあ、アーチャーター残りそうと判断したホグを差し込んでいきましたが、イーグルワンパン。ハイダメージが入ってたかなマルチ IT も2パン。やばすぎる。これいいっすね。ウォールブレーカー入れたい。いやー、いいウォールブレーカー。もう1枚投げ込んどくと、クランジョのところが開くって感じか。クランジョ折れてから入れたいってことかな、じゃあ。そういうわけではない。クランジョ折れてから入れると、モノリス多分ターゲットしてタウンホールも打てるルートに変わるんだけど、どっちかになるって感じかな。ここで投石打てるようなクイヒルート。これはクイヒルート相当、いいルート取れてますよ。うまいっすね。クロークで奥のマルチ IT と、これはちょっといらないレイジだったかな。クロークと被っちゃったしね。クイヒ相当見てこれまだなかなか始めないけど、大丈夫？マルチアーチャータワーまで折れて、ここで大砲にとりあえずバルーンを差し込んで、これ上からとかない？さあ、ここはロケバルが罠チェックをしてくれました。ロイヤルチャンピオン、そうだよね。上から行くのもありなレベルまで削れてるわ、これは。うん。全然ありかなと思います。こんだけ時間使っていくならね、こっちから入れた方がむしろいいまである。ロイヤルチャンピオンで一応のタウンホールケアで3時から挟み込むようなやり方を取りに行きましたね。本来的な感じでいくなら、3時からラバルパートスタートして、ラバルとロイヤルチャンピオンの残りが12時側まで来て、クイヒーと合流していくっていうフィニッシュが一般的なやり方だけど、時間に結構余裕があったんでしょうね、これ。かなり待ちましたね。そんなに待っていけるぐらいの時間帯なら、12時からやってもいいぐらい待っちゃったって感じかな。なんか逆に言うと3時から行くには旬が過ぎたって感じの時間帯だったかな、ラバルパートスタート時間が。今更タウンホールからラバルするんかいみたいな感じになっちゃうから。ここは、各クイヒールートライダーなんですが、かなり火力も抑えられていいルートですね。タウンホール真ん中配置。テスラチェックアーチャー。いいタイミング。祭壇にめがけて、ウォールブレーカー投げていきました。外周部キングカットから、穴開けもう一枚真ん中入れないといけないので、キングは自力で壁殴れって感じだな、そうなると。来ました。いいウォールブレーカー。レイジにウォールブレーカーも入って、いいレイジといいウォールブレーカー、そしてホーミングチェックのバルーンも完璧。すべてがパーフェクトなクイヒーですね、今のところ。キングのためのウォールブレーカー1枚ぐらいは持ってきてもよかったかなって感じではあるんですけど。
これは強いな。シューターが12時のマルチアーチャーター、じゃあ IT の方もね、撃つことができてて、ピスト回収からの、ここはルートライダー1機のスタートです。で、クイーンの方はレイジもあるんですけど、インビジブルを使って呪文を抑えつつ、ここでもう1枚レイジを撃っていきます。強いねー。シューターもマジで強いな、これ。超絶強いな、このルート。まあ、配置的には確かこれ、どこだったかな ?RPG だったかなまあ、どっか強いところの配置なんで、元が。取り方とか知ってる可能性は大いにあるし、流行ってたんで、それもあると思うんですけど、その上でも非常に完璧なアタックですね。まあ、こういうやり方すると楽に取れそうな感じはありますが、真似をするのが簡単かどうかはまた別の話でありまして、これをうまいことできる人なら簡単に全開が取れそうですね。アドバンテージと余力は半端ないですよ、これ。多少ミスっても全然全開取れそうな余力はあるんで、クイヒーさえ死んでなければ、てか死んでも全開取れそう、これ。めっちゃ強いクイヒーでしたね。本日ラストアタック、コマくん、クイヒールートライダー。6時スタートです。ここはテスラチェックかな？うん。そうだよな。そうなりそう。今の、おっと、壊さないなと思ったけど。さあ、これはちょっと、クイヒー逆いっちゃったんで、リカバリーからのスタートですが、前回もクイヒー逆走してたよな。このでも、コマくんも、ちょっと額に似た感じで、リカバリーでなんとかすることの頻度は昔はかなり多かったイメージはある。今のプレスタイルはそんなにわからないんだけど。キングをタウンホール向けて、で、ケアでスケルトン使っていくような感じですね。ただ結果的にはこれはシューター腐っちゃっただけで、ルートとしてはかなりいいですね。これいい形を。V 比が流れたながらもしっかり作っていく。さあ、ちょっとだるいっすね。アーチャーがかなり細かく出てるんですけどキングワンパンでへし折ってくアーチャーを。やばすぎる。ウォールブレーカー1枚入れてもよかったかな、クイヒーのために。まあ、ルートライダーパートがかなりいいタイミングにはなっているので、そっちに目を使って、レイジトームで進めていきます。かなりいいレイジトームですね。ルートライダーも。止まらんな、これは。あとはロイヤルチャンピオンのために呪文が2枚残っている状況ですね。リギー採用。クイヒーそれって結構しんどい感じにはなってね、シューターのバリューもほとんどゼロみたいな感じになっちゃったところだったんだけど、落ち着いてましたね。これはもう、あるあるの、うわぁ。プレチャレならもう即終了押してるなレベルの。わかったわかった。大工切る、大工切るってやり直すところだったんだけど。ナイス。はい、終わりまして43点ということで、本日もたくさんいいリプレイを見させていただきました。ルートライダーが一世を風靡し、まあ、その他にもちょくちょくね、ライドラッシュだったり、タイタンだったり、あとはラバルだったりが使われてるっていう感じかな。まあ、コンセプト上、技術力が高い人がうちのこのね、メンバーには多いので、まあ、クイヒー系とか、ブーサイド系の上手い人がね、多く、まあ、特にその中でもクイヒーできる人が多いので、まあ、うちのクランに限ったことじゃないと思うんですけど、クイヒールートライダーっていうのが本当に流行っている感じに見えますね。まあ、そんな中僕も昔はなんか、初日あたりはね、ルートライダー使ってた気がするんです。スーパードラゴンもね、普通に新レベルで出て強いなーって感じを受けてます。まあもともと15でも普通に強いなと思って使ってたんですけど、16で新レベルが来て、より強いなって感じは受けてますね。特にヒーリングトームとの相性も良く、あとは普通にレイジージェムもね、強いんで、ウォーデンの新ヒーローギアとの相性がめちゃくちゃいいと感じるようなイメージですかね。はい。というわけで本日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レシピさんは続きの動画でお会いしましょう。さよなら。